枯れている葉っぱとかもありますけども、比較的ダニはいませんし、比較的綺麗な状態を保ってるんじゃないでしょうか。この大きくなるんで、やっぱり作業性を考えるとあまり大きくしすぎない方がいいですね。なのでやっぱり一回しっかりと刈り落としをしないとダメですね。10月の6日、このライチャージンの畑、西光です。はい、こんな感じで育かりました。なんか草も引いたりとかつる取ったりとかしようと思ったんですけども、なんかねチクチクするのがなんかむっちゃチクチクするんですよね。なのでこの細かいのあれでしょう、こういう風なのが多分刺さりまくってると思うんで、また別日にしようと思います。とりあえず、しっかりと刈ってないところ、向こう側は円自体が大きくなってしまってるんで、刈りづらくなってます実際。なので、ここに限らずですけども、もう本当にうんと落とす方がいいですね。このお茶の花って茶園の中でですね、こう下向いて咲いてるから意外と分かりにくい。こう上向いて咲いてたら分かるんだけども、下向いてるでしょ。だから上から見たら裏の状態というかね。なのでこういうところでも分かりにくいですけども、この下とかね、こことか、はい、7列くらいですね取りましたら、じゃん、こんなにたくさん取れました。綺麗ですね。これを乾かして花茶にします。今日は番茶刈り、ちょっと伸びている部分を刈って揃えていきたいと思います。はい、刈り終えました。こちら側は一番茶取った後に刈り直ししてなかったんで、刈り落としをね、で伸びてたのでグッと下げようと思ったら、これだけ枝が出てしまいました。この本来はここまで刈るべきじゃないんですが、これで杭を越すとどういう風になるかっていう、ちょっと実験をやってみます。上竹林に囲まれているので、若干環境は過酷ではないと思うんですね。なので多分大丈夫だと思うんですけども、この7つですね、7列、ここまでが、深く刈った状態です。で残りが一番茶刈った後に刈り落としているので、その円がですね、同じような高さでも緑が葉っぱがしっかり残っているという、この、
違いをどういうふうになっていくのか、来年の春に向けてそれをちょっとね、研究していきたいと思います。はい、11月26日侍茶人の畑です。仕上げ刈りをやっていきます。はい、綺麗になりました。これでね、また来年の春まで、上に乗る枯葉とかをのける作業くらいですねになりました。